皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。はじめまして、ヒーラーの花と申します。今日もよろしくお願いいたします。チャンネル登録、グッドボタンで応援してくださり、とっても励みになっております。本当にありがとうございます。今日は、こちらのシークレットランゲージオブライトオラクルカードを選択肢に選びまして、はい、あの人があなた様と離れてから気づいたことということで、音信不通、復縁さん、複雑恋愛さん、疎遠になっている方、停滞している方、距離の開いている方に向けてリーディングしていきたいなと思っています。それでは今日もこちらのカード、皆さんのエネルギーを読んでいきたいので、カードを3枚選んでいきたいと思います。こんな感じですかね。はい、では今日は、選択肢はラブラドライトさん、ラピスラズリさん、アメジストさんの順番です。はい、それでは、意識と空間とカードを浄化していきます。はい、今日も高次元からメッセージもらっていきたいと思います。はい、ではエネルギー読んでいきますね。いきます。皆さんもうお送りいただいていますかね。いきます。これでございます。はい、ラブラドライトさんはこちら。はい、こちらがラピスラズリさん。これだ。はい、アメジストさんということで、こちらの3枚を選択肢にしまして、今日はリーディングしていきたいと思います。タランタランタラン、チャッタラーということで、直感でカードから選んでもいいですし、クリスタルから選んでいただいてもいいかなと思うんですけども、直感で1枚選んでいただいて、選べないよという方であれば2つ選んでもいいですし、全部聞いていただいて、ご自分に必要なメッセージだけ受け取っていただいてもいいかなと思います。常にご自身の選択を最優先にしていただきたいなと思います。ちょっと聞きたくなかった時は自分に関係ないフレーズだったということでスルーしていただきたいなと思います。はい、それではラブラドライトさんからオープンしていきますね。タッタラントゥルン、オープン。はい、次ラピスラズリさん、オープン。ちょっとカード見ますかね。こんな感じでございます。今日は宇宙のカードと私が言っているメッセージカードですね。ラピスラズリさんいきます。タラララタラン。はい、はい、タララランタラン。はい、こちら、アメジストさんです。はい、こちらの3枚でリーディングしていきます。はい、では準備します。よろしくお願いします。はい、それではあの人があなた様と離れてから気がついたことということでリーディングしていきたいと思います。まずは、あなた様の特徴をちょっともらっていきたいですね。はい、2枚もらっていきますね。こちらのカード、結構特徴見るのに
利用している大天使カードです。はい。あなた様は結構何でも物知りさんっていうかね、何でもこういろんなジャンルのことを結構お知りになっている方というかね、いろんなことにご興味がある方。髪の手入れもね結構されていて、かなりこうメイクとかね、そういうのにも力を入れている方もいらっしゃる。自分の目指す方向性がいつもこう何かしたいというかね、いつも何かを求めている、常に今ある現状に満足することなくこう上に上がっていきたいという思いがあるように感じますね。入ってきますね。とても心の豊かさ、金銭的にも結構豊かな方とかもいらっしゃると思うんですけれども、または常にこうもっと豊かになりたいと感じていらっしゃる方っていう感じで入ってきますね。結構現状にこう満足したことないような感じに入ってきますね、今日は。はい、ではお相手様の特徴ですね。もう一回お願いします。2枚もらっていきますね。もう一回お願いします。はい、これだ。めちゃめちゃこちらのお相手様もね、結構こう現状に満足することなく進んでいかないと、もっと上へと目指していかないと、もっとこの目標をなんとかしていかないとというかね、常に目標を持っている方という感じですね。そして結構アイディアがこう浮かんでくる方でもあるので、次これやってみたいな方でこうとてもお忙しいというかね、心がお忙しいというか、そんな性質があるように特徴がございますね。ちょっと見た感じ見ていこうかな。見た感じじゃあどんな感じですかってことで、3枚ちょっともう2枚下に行ってしまったので、ちょっと多かったので1回いきますね。ここは1枚で、はい。とても華やかな方で、そうですね、いつも、いつも何か考えてますね。こう落ち着くことがないと言いますかね。やっぱ常にこう高みを目指したいっていう思いが、高いところ一段上上がりたいというかね、2段も3段もなんでしょうけど、本当は常になので、こうしたらいいのかな、ああしたらいいのかなって考えているタイプですね。とてもエネルギッシュで、思ったことは実際叶ってるし成し遂げている方っていう風にも入ってきますね。はい、では次はではお二人の現状をね見ながら、離れてから気がついたことにいこうかな。今の現状じゃあ、もう2枚ください。一つのステージの終了みたいな感じで入ってきますね。結構疲れな感じが伝わってきています。こ
れは2人のこれ読んでって言ってるね今日はね。なんかあんまりこのカードサイキックで読むことないんですけど、今日はちょっと読んでみますね。7番の違う7だった。これ久々に本当にこれ開くのが久々すぎて、なんか偽りと妬みで2人ともお二人の現状などにね、目に見えてる部分となんか中身が一致してない時に出るカードなんですけれども、そっか。じゃあお二人の、どちらかが成功というかね、華やかな場面というか、インスタとか見たりしてるのかな。なんかそういう SNS とか見て、例えばこうどちらかが華やかな活動をされていて、少しこう嫉妬しているような感じが伝わってきているですね。今ある計画にこう予想通りに進まないような状況だった恋愛ってことですよね。そっかそっか。こちらはね、もう争いと敗北が終わるっていうカードでもあるので、お二人の関係がこう大切なね学びの時間、その価値観の違いというかすり合わせというかね、自分たちのそのパートナーシップの恋愛の中で、すごく学ばされることが多かったんだなっていうのがこの1番ベースのチャクラからも伝わってきています。そうですね、お互いのその根底にある魂のこうもっと自分たちが幸せになるためにこう眠られるって言えばあれですけども、こう苦しい向き合わされ方のようなこともあったのかなっていう、本当に自分の魂が、後で振り返ってみるとすごく成長できた恋愛だったと言えばそれまでなんですけども、その時はすごく苦しくて、なんでまたこんなに自分にこう向き合わされてるんだろうなとか、なんでこんな苦しい思いするんだろうなっていう感覚がすごく入ってきていて、ちょっと泣きたい感じがすごく泣いたのかなっていうのも伝わってきます。そうですね、なんかそして、嫉妬とかね妬みとかね、なんかちょっと言葉にすると嫌な風に聞こえるかもしれないですけれど、やっぱり人間ってそこをまずこうそれを感じたことで、私はじゃあ何をこう妬んでたのかなとか、何がこう嫌だったのかなっていうことを感じる部分でもあるので、こう初めてこう本当はどうしたらいいのかっていうのを考える、そんな恋愛だったのかなっていうふうに思います。そして今もまだねそこ抜けてないのかなっていう、まだそのこう思いがちょっと残ってらっしゃるっていう現状にいらっしゃるようですね。お二人ともです。これは本当にお相手様もね、あなた様にその妬みとか嫉妬とかいいなっていう思いってあるようなんですよね。はい、では現状、離れてからお相手様が気づいたこと見ていきますね。今日はこちらのムーンオラクル見ていきますね。もう一枚ください。
ちらも逆位置で来てるんですけれども、逆、なんか自分って本当に器が小さいなって言ったら言い方あれですけども、全く自分らしさを自信がなくて出せなかったなっていう、出せてなかったなっていうことに気づいていますね。で、そうなんかあなた様のが結構お優しくてね、何度もお相手様を無条件の愛で受け入れたというかね、何度も釣りで言うと針を投げたじゃない、竿を投げたじゃないですけど、何度も何度もお相手様のその心をね出してあげ、開かせてあげるような行動をとっていたのを、離れてみるとどれだけあなた様が素晴らしいパートナーとしてね、自分のそばにいてくれたのかっていうことに気づいているそうです。でもやはりご自分が自信がないので、その暗闇からそれでも抜けれない自分に今度罪悪感を感じたりとか、悲しくなってしまっていたということですね。で、これもね逆できたんですけど、ずっと変わりたいと思っていた部分をやはりえぐられるような、向き合わされるような出来事っていうのを自分の中であなた様とお会いするたびに、例えば喧嘩したりとかした時にねあったようですね。もっと胸を張ってね生きていきたいって思ったそうです。もっと自分に自信が欲しいとも思ったそうです。そしてあなた様のところに自信がついた自分で会いに行きたいとかね、あとは見せたいっていう思いがね結構あるようですね。今も伸び伸びしてるかって言ったらまだそこまで伸び伸びしてない感じです。お相手様もね、なんかあともう一歩っていう感じでね逆で来てますね、カードが。ではね、お相手様が取った行動とか態度の意味をちょっと拾っていきたいな。何でいきます？スフィーちゃんで今日は行くか。この2枚からなんか逃げたかった、自分の弱さやあなた様が女神様っていうかね、結構あなた様のことをすごく好きで高嶺の花的なところで捉えてらっしゃるお方でございますので、自分が話したりとかすることで自分の小ささというかね、その器の小ささとかが際立ってしまうんじゃないかっていう、年下さんだったりとかするのかなっていう感じですね。なんかあなた様のその大きさに実は圧倒されていたんだよと。なんか追いつこうと思ったんだけど、追いつこうと思えば思うほど逃げたくなると。会いたいんだけれども、自分のその霧のかかっている感情っていうかね、雲のかかっているような感情、なんか自分らしくない、なんか自分の器の小ささが気になる、自信がないところが気になるっていうところがね、どうしても自分に雲をかけてしまって前に進めなかった。そういうことであなた様に当たったりとか、時にはひどいこと言ったりとか、
わがままみたいなことをしたり、わがまま言ったりとかしたんだそうです。とても反省をしてらっしゃって、今なんか、目に見えてね、あなた様にこう向かってきてはいないか、こう会いに来たりとか連絡来たりとかしてない方も多いと思うんですけど、できればこう謝りたいっていう感じで入ってきますね。お相手様はじゃあどうしたらこのね闇から抜けていけるのかしら。ちょっと1枚もらいますね。自分が持っている闇に、一歩一歩ね向き合っている最中ですね、お相手様もね。こちらができることって、その自信を持ってって、そのままのお相手様が好きだと言っても、お相手様が自信がなくて向かってこれないのであればね、なかなかそこは変えてあげることはできないけれども、お相手様は本当に一歩一歩今こう階段をね登っていっている。ですごく頑張り屋さんな方なので、実はこうもうここに行って一歩一歩手放すっていう方が大事だったりするというかね、だけれどもお相手様はお相手様にはお相手様のこう学びというかね、こう人生の成長の過程みたいな中でこうまだその登っていくことに対してのやるべきことがまだ登っていくことだと思っていらっしゃるので、かなり苦しくてね、こうお仕事も忙しかったりとか全然休んでなかったりとかするっていう方もいらっしゃると思うんですよね。だけれどもまだ手放してこう降りていくっていう、こう感覚がつかめていないですね。なのできっとこのお相手様が抱えている自信のなさみたいな悩みっていうのは、こうご自身がねなかなかそこに気づいていかなければ変わっていかないのかなっていう感じはあります。ただあなた様がじゃあこの悩みからどうしたら抜けていけるのかっていうのをちょっと見ていこうかな。どうしたら抜けていきますか。あなた様自身本当に全然自分が何かをしたからこの関係が終わったわけではないということにまず気づいてくださいということですね。あなた様もこうやれるだけのことはやったと思うんですね。時にはこう愛を初めて知ったじゃないですけども、こう愛ってこういうことなんだって思うような関係だったように感じます。今まで表面的な、自分ではそう思ってなかったかもしれないんですけども、その無意識化というかね、ちょっと一歩踏み込めない恋愛をしていたところから一歩踏み込んだ恋愛をしたところで、かなりこう自分の心と向き合うことが多かった中で、何をしたからそう今の状況になったわけではない、あなた自身を許してくださいというふうに、メッセージが来てますね。そう、あなた様全然今までのことで自分を責める必要もございませんし、お互いにねとって必要なことがベストタイミングで起こった中での離れるという、タイミングが来てしまったということなんですね。また会おうと思えば会えますよね。今の関係性の中できっと会える方多いようなんです。
その時にね、お互いがその魂がこう離れたことによってお相手様も結構こうごめんなさいって思ってるのでね、成長した中でご自身お二人とも同士がね、結構成長した形でお会いできますよっていうふうに来てますね。この悩みからですから抜けるには、あなた様自身が特にこう自分になんかいけないところがあったって思う必要がない、ということを感じてみてくださいということでございます。ただただ本当に成長したそのお相手様がいたからこそ自分の心と向き合えたことに感謝する。まだそこまで行ってないよっていう方であれば、もう少しでそういうお気持ちになって悩みから抜けていかれるというふうに入ってきております。何かね自分でやってみたかったことをちょっとやってみたりとか、あと、どうしたらもっと生きやすくなりながら楽に生きやすくなりながら幸せになっていくにはっていうのは本当受け取るっていうことなんですよね。すごく頑張り屋さんでねいらっしゃって、お相手様にも結構何度か尽くされたりチャレンジじゃないですけどね、何度か何度もお相手様にチャンスを与えたっていう言い方はおかしいのかもしれないですけど、そういうふうに伝わってきていて、こちらのカードから本当お優しくてね、無条件の愛というところで結構自分もチャレンジしながらお相手に向き合っていったんじゃないかなっていうのが入ってくるんですね。ですのであなた様は本当にここからもう与えるのはもう十分与えたので、お相手様だけじゃなくて、例えば周りの人間関係でもそうですね、かなり与えてきたお方、頑張って無意識下で頑張ってきたお方でございますので、ここからの人生は本当にご家庭がある方でもね、本当に家族にすごくこんなにやってるのにって思ってる方多いかなっていうふうに入ってきているので、感情が伝わってきてちょっと悲しいくらいこんなに頑張ってるのになってすごく思ってらっしゃると思うんですね。ですのであとは受け取る方法を考えていきましょうというふうに伝わってきています。受け取るって結構ね、生きているとなかなか外側の方に左右されていることがすごく多いので、もっと頑張らないと愛されないんじゃないかという意識になったりね、もっと頑張れるんじゃないかとかね思ってしまいがちなんですけれども、実はいろんなものを抱え込んでいって、それをちょっとずつ手放していってクリアになった方が幸せになっていきますよっていうメッセージが来ています。そう、相手様もね、なのでお二人ともっていう感じもあるんですよね。本当のこのてっぺんにも上がって、ここからリラックスして過ごしていけるのであろう関係とかお二人であっても、もっともっと上に行かないと、まだここにいるつもりっていうね、もっともっと上にこの階段で行けばね、階段なんですけど、こちらなんかそういうのが伝わってきていて、まずはあなた様自身がまずその階段からもっと上に行こうとせずですね、ここでこのままの状態でも幸せな自分でいれるように、自分の感情に向き合って自分を愛していく、そんな過ごし方をしてみていただきたいなと思います。いろんなね、自分を愛するっていろんなやり方あると思うんですけれども、ご自分が本当に今苦しいんであれば、その苦しさから少しだけ、一歩だけ楽になる、楽しくなりそうな感覚、心地よくなりそうな感覚、一つずつ選んでいく。どうしたら私もっと楽しくなれるのかなと
悩んだ時こそちょっと頭をこう真っ白にしてっていうかね、思考を止めて頭を真っ白にしたイメージ持って、どうしたらもっと楽になれるのかな、どうしたらもっと楽しくなれるかなっていう、こうまた、ね、悩み事考えちゃったな、考えても全然いいんですよ。ただそこからちょっとずつこう楽になる思考を選んでいく癖をつけていってほしいなっていうメッセージですね。でね、こちらの選択肢のカードもね、自分の魂に耳を傾けるっていうカードなんですよね。そう、ささやきっていうカードです、こちらのカード。感謝の気持ちでね、魂のささやき、内なる声をね聞くことで、あなた様のこう宇宙へのね、そう、宇宙ってちょっとスピリチュアルすぎた、魂の声を魂の声、魂の声、もうちょっと簡単にお願いします。なんか自分の魂に耳を傾ける、内なる声、本当の持っている感情に耳を澄ますとささやきが聞こえてきますよというカード。そのささやきね、いつも感謝の気持ちを何事にも持っていると、そのささやきの声も大きくなっていきますよっていう風にしてますね。今こう起きていることをちょっとこう、遠距離疎遠になってたりとかね、停滞してたりとか、こう復縁複雑さんとかね、音信不通さんとか結構思い出してはこう苦しくなったりキューってなるかもしれないんですけど、その時にこそね、自分の魂の喜びの方、何したら喜ぶかなって、その彼のことを考えすぎると、彼にもっとこうあなた様に起こる、その彼のことをいつも考えてると、あなた様の引き寄せ的に起こってることってもっと考えたいっていう、こう周波数でお相手様にエネルギーが波動が飛んでるっていうかね、そんな感じのイメージなんですよね。ですからよくこう皆さん自分を愛しましょうっていうのは、やっぱりこう自分を見ているとお相手様から必然的に連絡来たりとかするっていうのが言われてると思うんですけども、そのエネルギーがね自分に向いてると軽くなって、お相手様に目が向かなければ向かないほどお相手様が向いてくるというかね、そんな引き寄せの法則があるので、宇宙の法則というかね、あるので、ちょっと気にしてみていただきたいなと思いますね。では次、もっとね愛し合ってこの先行かれるために1枚ちょっと引いてみますね。泣きたい時はねたくさん泣いていいんですよと、その一つの一回の涙ごとにあなた様はあなた様らしくなるために、涙を流しているですねっていうことです。たくさん泣いてもいいです。時には泣くことで浄化というねこともありますね。だけれどもそこから、泣き終わった後にすっきりしたなって感じた後に考えることっていうのは、もちろん今ある現状に感謝、その時にできるかできないかにもよりますが、感謝っていうのが一番大きい波動の上がる感じと、笑うっていうことですね。笑いましょうって結構来てます。最近笑ってますか？なんか
悩んでる時って案外笑ってないんですよね。こう笑っても心からじゃないみたいなのが入ってきていて、結構笑うようにこう笑いっていうところに注目してみてくださいっていう風に来てますね。いやいや悩んでんだよって言われれば本当そうなんですけど、笑うまでいかなくても微笑む、口角を上げてみるみたいな感じでメッセージ来てますね。そうすることであなた様がこう自分をね愛して笑って笑顔でいると、こう笑顔の周波数のものが寄ってきます。そうするとお相手様もね笑顔の周波数であなた様に寄ってくる、連絡が来るということになるんですよね。そうだからもうどのぐらいでね動いていかれるのかっていう、この先ね連絡こうその前に彼は私を今どう思っているかっていうね、彼女がお相手様は今私をどう思っていますか。わお3枚だから取るか。やっぱりちょっと距離ありますもんね。今まだ先のことは何とも言えないんだけれども、あなた様にはあなた様自身を、愛していてほしいと、幸せでいてほしいということは伝わってきています。いずれ迎えに行きたいと思っているけれどもまだ時間がかかると、その自分のタイミングがわからないっていう風に入ってきますね。先々ねこのようにこうウェディングドレス姿で先に進みたいという気持ちはあったしあるけれども止まっている感じです。いつ動いてきますか。10月刈り取りみたいな感じですね。10月11月に刈り取りされる。その前に一回動いてきそうなんだけどな。24のつく日、10月11月はかなりこう動いてくるかなっていう感じですね。ちょっとね今から考えると遠く感じると思うんですけど、この方が、一緒にいてこう分かってらっしゃる方も多いと思うんですけれども、そんなにね器用な方ではないのですぐに自信をつけて迎えに来ますということはカードたちも伝えてきてはくれてないんですよね。ただあなた様と手をつないでいきたいという思いはあって、一緒にやっていきたいという熱い思いはあって、じゃあ待たないで他の人にそういうのいらないかなと、離れてから気がついたことでリーディングしてるから、もしあなた様がこの方ではない方に言ったらどうなんですか。ちょっとエンジェルさんに聞いてみます。私これは私いつも読んでます。なんか単語でバンってくると逆にこちらは間違えたくないってなんか思っちゃいます。
の時期ではありません。なんか結構すぐっていう感じは入ってこないんですよね。なんかこの方結構自信つけるまでに時間がかかる感じは入ってきています。ですので、あなた様は本当にあなた様を愛する時間だと思って自分を見つめる、自分をこう楽しませる、自分をきれいにこうするとかね、自分に目をやる、そういう癖をどなた様といてもなんですけどもね、ご結婚されていても自分を優先させる、自分の感情に聞いてみるというところをこうやってみて、やっていかれるとすごく自分も楽になるし、周りからも愛されていくということでございますね。じゃあ他の人に言ったらどうなるのかな。他の人に行きたいって誰も言ってないかもしれないけど、1枚ちょっともらってきますね。B 主張しなさい。他の人に行きたいのであれば他の人に行きたいと思って主張してるとそう来てくれますよというふうに来てますね。ここにまた1枚もらおうかな。じゃん。なんかこちらの新しい方に行くと、このご自分のね心に向き合ってというか、自分の心をこう大切に扱いながら過ごしているうちに他の方に目を向けるように主張して周りにも言ったりしていると出会いはやってきます。出会いです。はい、やってきますよと。それっていつなの？結構こちらのお方時間がかかるからどうこうじゃないんですけどね、一回こうやっぱり離れちゃってるので、なんか6月に雷に打たれたよね、ビリビリじゃないですけど、そんな出会いがやってくるそうです。こちらも楽しみですよね。なんかその方がって私が言わないでね。5月6月にどなたかと出会われていきますね。ただそれでも今考えて離れて気になっている方とねまた戻る可能性もあるだろうし、ご自分のね選択を信じて、自分の心の選択はですね、さらにそのリラックスしてご自身の感情を常に丁寧に扱ってこういくと、さらにその直感もねこう研ぎ澄まされていくというか、結構こう疲れてたりとか悩んでる時の直感とかって、思考とね混ざっていて、本当にこういい方の良き直感の時となんかちょっと違ったりもするっていうこともあるので、常に自分は良き直感をもらいたいと思いながらリラックスした生活を心がけていくと良いと思います。あなた様からじゃあ言ったらどうなるのかね。お相手様からはね、なんかそのねタイミングじゃない感じっていうのは本当にあって、自信っていう意味でね。あなた様から言うと You are ready。あなた様はね準備できてるんですよね。そう、読んでいこうかな。近い将来ね一緒にいることも可能というふうには来てますけどもね。
あなた様もね準備もできていると、もうこの彼が良くて良くてしょうがないっていう感じでね見ていらっしゃる、彼女のであれば、変な話ね、忘れた頃にやってくるみたいな感じですよね。10月って言ったら今何月だ？ 2 月なので345678910、でも全然その8ヶ月ぐらいってね、この年取ってきたからか分からないですけども、あっという間って言えばあっという間と感じる人もいるし、長いなと思えば長いと感じる人もいらっしゃるのでね、あまり恋愛にね執着することなく過ごしていれば、新しい出会いも逆にやってくる、素敵な方と巡り合うこともあるし、その後にお相手様があなた様から行っても、すぐにはお相手様あなたが望むような関係を築いていかれないように入ってきているので、どうしても直感でね動きたくなってしまって、動いた時にはそんな動いた自分も褒めてあげて動いていってください。できることとすればお相手様にね対して、いつも励ますということもですけれども、連絡来ないなっていう周波数ではなくて、もう最終的に私たち会えるからねみたいな周波数で、最終的に一緒にいるのは決まってるからねみたいな周波数で過ごされていると、お相手様から時期が来ましたらね、ベストタイミングで戻ってくる、そんな感じでございました。はい、今日のリーディング以上でございます。とにかくご自身の選択を信じてリラックスして過ごしていただくことによって、ここからまた新しい人生、楽しい人生になっていく、そんな風に感じていただきたいなと思います。今日までの出来事っていうのは、これまでがあなた様が出している、出してきた感情とかね、思考感情が現実化したものなんですよね。ですので今から、新しく私は、幸せになるための感情を選びますということで過ごしていかれると、素敵な自分が望んだ人生になっていかれますよと。とにかくあなた様はね、受け取ってください。たくさんのことを受け取れるんです。どっちかっていうとね、男性性が強めで生きていらっしゃった方も多いので、自分のねエネルギーが満タンになってお相手様とお会いすることで、女性性が活性化されるようになってきますと、本来の自分のエネルギーで、自分が満たされた状態でお相手様とお会いすることになります。そうなりますと、お相手様もね本当に居心地よく感じて離れられなくなるんですね。逆に今まではちょっと男性性強めで、自分のエネルギーがあまり疲れて受け取ることを知らずに、受容することも認めることもできずに、ただ頑張っているっていう、頑張ることは素晴らしいんですけども、自分がねいつの間にか自分のエネルギーを皆さんに与えて、自分が疲れてしまっていた状態だった。そうするとお相手様もお会いした時に何かエネルギーを奪われる感じがして、居心地が悪くなって、お二人がうまくいかなかったというふうになっていたっていうふうにも入ってくるので、そういったところをこれから受け取っていく幸せをするためにもね、ご自身の心を満たしていっていただきたいなっていうことでございました。はい、
今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。ラブラドライトさんのリーディングは以上でございました。今日も皆さんにねたくさんの愛と光が降り注いでおります。安心してこの後からの時間お過ごし楽しみに、新しい人生はもっと楽しくなるよっていうふうに思っていただいて過ごしていただきたいなと思います。何か少しでもお役に立てればと思います。立てたなら嬉しいです。また次の動画でお会いできることも楽しみにしております。今日も最後まで本当にありがとうございました。ではさようなら。またお会いしましょう。はい、それではラピスラズリさんのリーディングをしていきたいと思います。まずはあの人があなた様と離れてから気がついたことということでリーディングしていっております。そうですね、まずはあなた様、ラピスラズリさんを選んでくださった方の特徴から見ていきますね。はい、はい、すごくデリケートな繊細なエネルギーが入ってきますね。なんかお花とかね飾っている方も多そうです。なんか入ってこないな。もう一枚。結構暗闇っていうのはね入ってきているんですよね。なのではい、できます。なんか暗闇にいらっしゃるな。結構ね外側の世界にフォーカスしすぎて自分自身が分からなくなっていらっしゃる方が多いかもしれないですね。本来のあなた様ってすごく優しくて、愛そのもの、愛情深い方なんですけれども、だからこそそれにちょっと押しつぶされてるといえば変なんですけれども、こうしないといい人じゃないみたいなところにちょっと疲れていらっしゃる感じが入ってくるんですよね。ですのでメンタルがね急に落ちる時もあるというかね、今日この選んでくださった選択肢のカード、こちらもなんですよね。このカードも外側にねフォーカスしてくるようにね学んできているので、自分の内側にある欲求、求めていることっていうのを意識してみましょうっていうカードです。そのことが意識することによってあなた様が本来のあなた様として輝きますよっていうメッセージの選択肢になってる、選択肢を選んでくださったんですよね。そんな感じなので、結構苦しさがね結構入ってきてる感じがあるので、その自分らしいってじゃあ何みたいなところに、自分がもはや自分らしいがよく、何が好きだったっけみたいな感じの自分の好きなものとかをね、最近は音楽も聴いてないなとかね、例えばお疲れというか時間がなくてっていう方もちょっといらっしゃるような感じですね。じゃあね、お疲れを、じゃあお相手様ちょっと見ていきますね、特徴。もう一枚ください。
このお相手様もまたね、その目標に向かったきりこう音信不通じゃないですけど、そんな方もいらっしゃるように感じますね。こう、自分を隠したいっていうかね、そのもうお仕事とかでね、なんか頑張っている方もいらっしゃると思うんですけども、その自分以外は見せたくないような、外に見せている自分と、恋愛とかしてね、こういろいろ考え込んだり揺さぶられたり悲しかったりうまくいかないことに目を背けたいというようなところがね入ってきますね。あんまり恋愛そのものが、人を好きになると一途っていうこともあって、こう思うようにいかないことで自分がこうどうしたらいいかわからなくなることを避けたいような感覚も入ってきますね。結構ね鍛えたりとか外から見るとこうがっちりしてて強いように見えるお方の方が多いように感じますね。でも内側は結構こう、お互いにねデリケートさな感じですね。はい、では、お二人の現状からね見ていきますね。現状をじゃあこちらのサイキックで3枚ください。お互いにめちゃめちゃ直感力が優れていて、これまた、出会った時にね運命を感じるほどの出会いだっただけに離れるのは結構きつかったという、そしてまだ心に残っている、なんか忘れたいけど忘れられないみたいな感じが入ってきますね。なんかお腹の底からこう会話をしてできなかったという方もいらっしゃるようですね。ただ出会った時からねもうこう直感がお二人とも素晴らしいので、きっと出会った時に本当運命を感じてこうトントン拍子に恋愛が進むような感じがしたけれども、自分のねその心に向き合わされて今なお向き合っている方、まだちょっと抜けきれていないなっていう感じが伝わってきますね。まだなんか動きがないっていう感じですね。本当にね、なんかその当初の動きとか恋愛当初とか出会った当初に感じた感情がそのままであるけれども、行動としての動きがない感じが伝わってきますね。そうですよね。だって音信不通複雑停滞さんなんですもんね。そっか。直感的に感じたその部分とても大切にされていいことなんですけれども、ではでは、彼が離れてから気がついたことということで、離れてから気がついたこと、どれで見ていきますか。
あ、じゃあこれ2枚ね。全く自分で急ぎすぎていて、忙しくて自分を見ることができなかった関係、あんまりお会いもできなかったですね、これはね。そのことによってめちゃめちゃ後悔されていて、自分がもっとリラックスして、ゆっくり一緒に過ごせればこうならなかったのにというふうに感じていますね。温泉行ったり旅行行ったり、ご家庭があったりしてね、そういうふうにしたいけどできなかった、忙しいというか、本当の本当お腹の底からもっともっと会話ができたはずなのに、ちょっと言い方でかっこつけすぎたみたいな、もっと本当は好きをアピールしてっていうかね、もうよかった、アピール しとけばよかったみたいな感じもありますしね。そんな感じ入ってきますね。なんかあなた様の方がきっと結構お相手様にね、好き言っていろいろしてあげてたんだなっていうのも伝わってきます。なので離れてから気づいたことっては、本当に大事な存在だったのに、大切にしなければいけないのはあなた様だったのに、なんで自分は、そこに目をやることができなかったんだろうということですよね。あんなにいいパートナーって本当にいないのになと、ここから見つけることも難しいのになと、どんな人に会ってもそういう感情にもなってないのになっていうのが入ってきますね。ただすごくお仕事頑張ってやられますね。なので無我夢中っていうか、なんかお仕事以外に興味を持ってない人みたいになっていると思われます、今現在は。じゃあどうしてそういう態度をね取ってしまったのか、あなた様になぜお腹からこれはお二人ともっていう感じも、お腹の底から話すってねいうところでいくと、お相手様だけではなさそうな感じも入ってきますが、特にお相手様がね、両方になってしまいますけども、なぜそういう態度をとってしまったのか。なんか過去世からね一緒にいて、過去は一緒にいれなかったことによって、いろんな方とお付き合いした中で一番恐れが強かった、幸せになるためにあなたに好かれないということがというか、あなた様に好かれたいという思い、嫌われたらどうしようという思いが、今までの恋愛以上もう倍とかそんなものではなくて、すごく辛くなるということが自分で、無意識的に感じ取っていたということです。ですので結構ご自分でも意味不明というかね、なんでこんな俺態度してんだろう、私こんな態度なんで取っちゃってんだろうっていうこともあったんじゃないかなって思いますね。無意識下で起こっているので、怖すぎて跳ねのけるみたいな感じで入ってきますね。もう一枚もらおうかな。どちらもなんか
そして上に登っていってない自分っていうことがやっぱり許せないんですよね、この方もね。頑張ってない自分にやっぱり価値を感じられてないので、落ちそうになってもまだなお上に行きたいというかね、疲れても上に行きたいというか、疲れているということさえ忘れるほど、お仕事がね、本当にこの方寝てないぐらいお仕事きっとされてるんじゃないかなっていう、寝てたとしてもすごくね楽しんでやっている風にアドレナリンみたいなのを出してやってる方もいらっしゃると思うんですけども、ふと立ち止まったら本当にお疲れがガンってくるような働き方されてるんじゃないかなっていう、ちょっと心配な感じもありますね。なのでかなり離れて、自分ってすごく恐れていたんだなっていうのも気づかれているところにいらっしゃいますしね。お相手様もねすごい直感力で、あなた様とはこの先もうずっといたいなみたいな感じの直感も得て一緒にいたんですけどもね。だけれども恐れもそれ分強かった。光、あなた様が太陽なんですが、太陽と感じているけれども、やっぱり暗闇が、逆にその暗闇が怖かったということですね。じゃあ今現在ね、彼はあなた様のことどう思っていますかということで、やっぱ過去世からいるからね、忘れることはないですし、一緒にいたいとも思っているんですよね。すごく本当は今すぐにでも一緒にいたいっていう思いがね、すごく伝わってきますね。触れたいっていう風にきますね。泣きそうこれ。触れたいんですってすごく。お体の相性も良かったような感じですもんね。入ってくる感じでは触れたいんだそうです。そっか、触れたいよね。そっか、じゃあ次この悩みからね、じゃあどうしたら抜けていけるのかっていうことでね、1枚もらっていきますね。分かりますかね、ここに女神様がいてね、地中からとね宇宙からとつないで、これがあなた様。この内なる声、自分の奥底にあるその声をお相手様もあなた様も聞いていくことが抜け出す、この悩みから抜けれる方法でございます。お相手様もね、本当に外側の世界を気にしなければ、あなた様に本当に触れてスリスリしてゆっくり過ごしたいと思ってはいるんですよね。本当にあなた様もそのお相手を、いろんなねことがあって、すごく嫌なこともあったかもしれないけれども、どんなことでも許して一緒にやっていくという思いもある。やっていきたい、そういう時も来るんじゃないかと、信じて待っているという方もいらっしゃると思います。ただお相手が変われば、自分の恋愛ってうまくいくのかって言ったら、そういうわけでもやっぱりなくて失礼しました。もう一枚出しますね。そういうことでもないくてですね、理由が
あなたがお相手様を思ってほしい、連絡が欲しい、愛が欲しいと思えば思うほど、お相手様に届いているのって、お相手様からもっと連絡を欲しいと考えさせてみたいなエネルギーでお相手様に届いていて、その周波数がちょっとやっぱり連絡来る周波数と違うんですね。愛されたいと思えば思うほどご自分の心に目をやっていく、そのことによってあなた様はこの悩みから目をそらせ抜けていけますよと。ですので自分のその出てきた感情、もっと愛されたいんであればあなた様自身、ご自身に愛の目を向けていませんよというメッセージなんですね。本当はお相手からじゃないですね。実は恋愛は、お相手からの愛で愛し愛されてパートナーシップ築いて素晴らしい幸せを掴んでいるのかって思うと思うんですけども、実はご自分も相手も自分を満たした上で、自分のエネルギーを満タンにした上で、その溢れたところの愛で恋愛していくということができるようになると、まず本当に今このパートナーと離れて寂しいって思ってるかもしれないんですけど、どのパートナー、次できたパートナー誰とでもうまくいくというような、そんなの聞いてないよって思うかもしれないんですけど、本当に自分で自分を満たしていけるようになるとですね、どなたでもうまく恋愛っていくんですね。魂の学びとかね、いろんなのがあるのでそこだけではないんですけども、お相手のいい側面を見続けることができるかとかいろいろ出てきますけど、ただその愛情っていうかね、自分の愛をね自分で満たしていけるようになると、さほどそのパートナーの言動に一喜一憂することもなくなって、悩みからもね抜け出していけるんですね。ということを伝えてきてくれていて、あなた様が今寂しいと感じた時には、あなたの心をあなた様自身がもっと見てくださいねっていうメッセージなんだと思って受け取って、自分はじゃあなんで寂しいのかな、どうしたらもっと自分って幸せな気持ちになれるのかなと思って、例えばアロマ炊いてみたり、体をマッサージしてみたりとか、好きなその自分を愛するという方法を手探りでね一つ一つ試しながら、感情を出てきた感情をね大切に扱ってあげてくださいねと。そうすることで自分は何したいのかとかね、何者なのかとかね、どうやって生きたいのかとか全部分かっていきますよっていうふうに来てるんですよね。じゃあここからね愛し合っていくためにさらにねどうしたらいいのか見ていきますね。もっと愛し合うためにこれで見ていきますね。自分のねから結構この外側のフォーカス、外側の方に意識が向いた状態で生きていると、誰かに褒められたりとかね、誰かに認められたりとかしないと自分の心が満たされてないような感じがすると思うんですけれども、その殻から、その状態が今のあなた様だとすれば、その殻を破ってみてくださいと。あなた様は誰かに認められたり尊敬されたり、するために生まれてきたわけではなくて、あなた様自身の幸せとあなた様自身の
人生を楽しむために生まれてきたんですよ。お相手様といるためにも生まれてきてますけど、お相手様を楽しませるためでもないんですね。お相手様といて自分を楽しませたいっていうのはあると思うんですけど、自分自身で自分をまず楽しませていくところに少し意識を向けたことによって、逆にあなた様にお相手様が近寄ってきますよという、そうすることでもっともっと愛し合える、深く愛し合えるようになります。そして自分の言いたいこともね、もっと言えるようになります。結構ね、このカードとこのカードがね、直感とかで思いついたこととかも言いたかったけども、お腹の中から言えてないっていうかね、なんか全部伝えきれてないっていうか、半分ぐらいしか表現できてないように感じるんですよね。それを、無意識下で起こっていることなので、いやそんなことなかったけどなって思う方もいるかもしれないんですけど、実際どれだけ感情を出してもいいよって言われた時に、私って実は我慢してたんだって思うことがあるかと思います。そうじゃあここからね、いつ頃ね、なんかお相手がね動いてくるのかとか見ていこうかな。お相手様、4月4月動きそうですね。なんか1年後にちょっと道をね今の仕事と悩む時もあるかもしれないですね、お相手様もね。4のつく日、1のつく日、7のつく日ですけれど、4月が結構有力かなと思います。7月も気になりますけど、4月に動いてくるかなと思いますね。じゃあ、これあなた様から動いてきたらどうなる？もうお相手様があなた様から動いていっても大丈夫ですよ。なんかそれはそれでとても豊かなお二人になるそうです。じゃあいつ頃動いていきますか？いつ頃動くのがいいですか？11、11日とかね、10週間後ですね。お相手様は動いてきますか？4月動きますか？これ読もうかな。4月結構はっきり何か伝えてきてくれますね、お相手様は。あなた様も10週間後くらいに動きたい衝動が、直感が降りてくるようです。10週間後って言ったら 2ヶ月半ぐらいですかね。ちょうどそしたら同じくらいじゃないですか。4月になりますよね。わお。そうなんか4月ぐらいが結構動きがありそうですね。もちろんあなた様から本当に直感が働いてね、今すぐにでも動きたいと思うんであれば自分のね心が自分で満たされるようになった頃に行った方が、自分の豊かさとお相手の豊かさと融合してすごく素敵な関係になっていきますので、焦ることなくね、そうこうしないと
忘れられちゃうとかそういうこと絶対ないので、急がないでください。焦らないでください。お相手様ね、とても運命を感じて過去世から一緒にいたお相手ですので、今すぐにでも一緒にいたいというお相手ですので、焦らないでください。あなた様をとても愛しておりますので。はい、ということで、離れてしまうにはね、いろいろな原因がありますけれども、自分の心の成長というかね、自分の心魂がもっともっと幸せになるために起こっていることではあるので、お相手もね苦しいと思いますし、そして信じてあげるのも大切というふうにも入ってきてます。はい、ここから、楽しく過ごしていくには、ご自分の心の豊かさが第一でございます。そう、なかなかね、苦しい場面、涙することもあると思うんですけども、その涙、人涙ね、自分の心に返っていっていると、本来の自分っていうものをね見つけ出すというかね、いろいろこう外側にフォーカスしてきたことによって身につけてきてしまった、いっぱい着てきた鎧をね、一枚一枚こう外していくようなイメージで、もっと楽に軽く自分らしく幸せになっていいんだということをこう感じていける毎日をお過ごしいただきたいなと思います。はい、では、何かお役に立てることがございましたら嬉しく思います。ラピスラズリさんのリーディング以上でございました。今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。また次の動画でお会いできることも楽しみにしております。今日も皆さんにたくさんの愛と光が降り注いでおります。安心してここからの時間も楽しく過ごしていただければと思います。ありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。はい、それでは、アメジストさんを選んでくださった方のリーディングをしていきたいと思います。あの人があなた様と離れてから気がついたことということでリーディングしていきます。まずは、あなた様の特徴の方を見ていきたいと思います。まずは2枚、こちらの、大天使カードからなりますね。華やかなオーラをお持ちですね、とても。はい、とても華やかな方。すごく繊細さんなので、こうすぐ心でいろいろ感じ取れる方ですね。受け取れる。なんか結構ね、素敵な方なので、いろんな方があなた様にいろんなものをくださるような感じがします。そんな感じで今日は来ますね、このカップの中。あとお金の流れとかもね、こうなくなったらすぐ入ってくるような、今日そんな感じで来ています。はい、ではお相手様見ていきますね。はい、お相手様がカウンセラーさん出てますね。この方はまたすごく、見た目以上にお話をね聞くのが上手でね、すごく好きになるのがすごくわかる感じです。
うん。えで見た目もね凛々しいというかかっこいい方、がっちりして男らしく感じる方が多くて、お強い部分とその中身のそのお話を聞いてくださるカウンセラーさんの部分のそのギャップっていうかね、お持ちなので、出会った時以上にだんだんこう好きになっていかれる方多いなっていう風に、そういう感じで入ってきますね。はい。ではでは、どんな、もう少し見た目もうかな。なんかグレーヘア、白髪のこうヘアも似合う感じがかっこいい男性っていう風に入ってきますね。今普通に髪が黒くてもだんだん年齢をね増していった時もかっこいい年の取り方というイメージで入ってきますね。なんか結構水に関わる仕事のお水って入ってきますね。なんだろう、お水って何？結構運動とかねたくさんされてお水飲んでると思うんですけど、エネルギッシュなんかエネルギッシュだからこそ循環させるのに水、いやごめんなさい、今日なんかもう一枚違う見てもらいます。どうしたお相手様がお強いというのしか入ってこないというか、ギャップとなんか時間に追われている方が多いので、お水を飲むのも忘れるくらいということもあるようですね。運動した時は飲むけど、ちょっとゆっくりして何かこう飲んだりとかねするようなことが必要としているみたい、ことを必要としている感じですね。あとこう結構、皆さんの意見を聞いてしまうので、働きありじゃないですけど、結構こう動き回る作業が多いので、お疲れということも聞こえてきてますね。はい、ということで、ではお二人の今の現状から見ていこうか。そうか、水ね、なんかお茶何でもいいから飲んでじゃないけど、なんかすごくこうゆっくりお水とかコーヒーとか紅茶とか飲む時間があまりないみたいですね。はい、ではお二人の現状。離れたことによって覚醒した方とかね、
かなりこうご自身とつながって覚醒されてきた方もいらっしゃる。そのことによって、変な話、お相手様がいてもいなくても自分は幸せだと思っているようになった。そしてこう出会った時はね、ちょっとツイン的なこととか過去世からのつながりとかにこうとらわれていたけれども、それ自体もそうだったかもしれないし、ツインだったかもしれないし、そうじゃないかもしれないし、そういうところを飛び越えて、自分は、ベストなタイミングで幸せになっていけるんだと、思えるようになった。運命の人は運命の人だったのかもしれないけれども、運命の人、ご縁があればね、またタイミングがあれば戻るかもしれないし、もっといい人がいるのかもしれない。そんな風に思えるようになったという風に来てますね。いや、素敵。はい。ここまでね、こうなるまでに辛いというかね、ここまでこう気持ちが来るまでが結構辛かったと思うんですけれども、素晴らしいですね。では離れてからお相手様が気づいたこと見ていきますね。こちらスフイちゃんで2枚。お相手様もあなた様と出会ったから今の自分があるんだ。あなた様には何もしてあげれなかったけれども、とても感謝されていますね。なんかこう、そうあなた様が いなければこの行動をすることができなかったんだ。起業とかね、個人で動かれるようになったりとか、リーダーを目指すようになったりとか、何か目指すものが決まった、方向性が決まったという方もいらっしゃるようで、あなた様のかけてくれた声とかしてくれたことによって自分はもっと自信を持って上に上がっていきたいと思っていくようになったという方もいらっしゃる。いろんな話をね一緒にした中で、自分ももっと動いて現状維持ではなくね、現状よりこうちょっと上に登っていきたいなと、もっと、自分の幸せ、自分の仕事に対する幸せを掴んでいきたいなと感じたというふうに、離れてからあなた様に感謝の気持ちがすごい溢れてますね。そしてそれをねすごく褒めてほしいんだそうです。とても胸にで抱きしめてほしい感じがねすごい入ってきますね。じゃあどうしてじゃあそういうねこうなかなかあんまりこういろんな別れる時とか一緒にいる時に言葉やね態度にこうがお互いギクシャクしたりとかあまりうまくいかなかったのかというところの意味を見ていきます。ご先祖様からのメッセージカードでもらっていきますね。あなたとの道を進んでいくことに迷いがあったんだそうです。あなた様は本当にこの先も自分だけを見てくれているのかという方向、自信がなかった。なんか自分はいろんな人の中のあなたが恋愛してきた数名の中の一人であって運命の人ではないのかもしれないというようなニュアンスのメッセージなんですよね。ですからきっと一緒にいる中で先ほどの褒めてもらいたいみたいなね、自信がすごくなかったのでどうしてもグイグイはいけなかったので時には
あなたに向かって吠えたりとか、吠えるっていうかね、怒ったりとか、ぶつかるようなこと、向かってくるようなこととかね、忙しければ忙しいほどなんか理不尽なことをされたりとか言われたりした可能性もちょっとある感じですよね。なんで私にそれ言われなきゃいけないんだろうみたいな。でもあなた様とてもお優しいのでね、受け止めてきた、とてもいろんなことを、本当にこう無条件の愛を試されたじゃないですけど、無条件の愛を知るというところでも一緒にいられた感じですね、本当に。そういう風に入ってきています。ではでは、お相手様は今あなた様のことをどう思っていますか？私のことどう思ってますか？そうだよね。すごく愛おしいそうですよ。結構ね、やっぱ個性的にね、結婚もしたいんですよ、本当に。もう一枚もらおうか。2枚でいいか。そう、なんか離れてるとは思えないぐらいこうとてもとてもあなた様のことがお好きですし、それこそ一緒になっていかれる、覚醒して一緒になっていかれる前にいらっしゃるというところが入ってきますね。いや、すごく本当に好きだと思います。めちゃめちゃ愛していますよ。そして本当は、不器用さんなのでね、お相手さんもね、こう案外カウンセラーさんが出てますけど、その繊細なところと強いところのその不器用なところがねあって、出してないですけど、本当は本当にあなた様とめちゃめちゃ一緒にいたくて、そしてその怖いから吠えちゃうんですよね。怖いからもっと好きになってっていう、なんでしょう、ちょっと子供さんみたいな、あなたがこう好き好き行くと当たり前みたいな態度取りますけど、実はいなくなったらもう本当にシュンってなるような感じが入ってくるんですよね。そう、でもすごい好きも好きもと愛が溢れまくっている感じが伝わってきますよ。いや、この方はあなたといなくなって、もちろん他の方に目はいってないですし、この先も他の方と一緒にいるのは難しいくらいあなた様のことを求めています。なんか他のこと考えられないんだな。すごくすごく愛が入っていきますね。ですのでね、気づいたこととても大きかったと思いますね。今も結構連絡しようと思うけれども、今の自分でいいのかっていうところで迷って連絡してない方もいますね。ではでは、彼がじゃあこの今のね悩みからどうしたら抜け出していけるのか、ちょっと聞いてみようかな。彼はね、やっぱりその山を登らないと、自分が目指している自分の思う到達点まで行かないと、あなたとは一緒にいれないんですね。そしてまた器用な方じゃないので、もっとね上手にできる方であれば、全然こう仕事が忙しい中でも少しの時間とかは避けるんでしょうけれど、そういうこう
のが難しいみたいですね、こちらの方は。そう、これもそんな感じできますね。夜ね、寝るときにあなた様のことを思ってこういつも考えてはいます。そして一緒にいたい、結婚もしてできればそういうね恋愛成就していきたい、願ってはいます。けれども自分のその目指しているとある一定の目標のところまで到達しないと、なんかねこれ婚姻届は書けないみたいに聞こえてくるんですけど、すごくこう何不自由なくじゃないですけどね、あなた様にこう苦労をかけたくないという思いもあり、自分がね何としてでもいい状況、いい経済的にいい状況まで成功したいという思いもすごく強いですね、こちらの方。ですので悩みというかね、ここから抜けるにはちょっとお時間というか悩みというか、ご先祖様からもう一度ください。お相手様の本当はねちょっと孤独を感じたりして連絡したいのになかなかできなくて、そう結構考え込んだりもしてるけれども、その自分のねプライドというか男たるもの女たるものかもしれない、その自分たるもの、ここを目指して、この山をね目指しているところを抑えておかないといけないという、そのこう不器用な感じがねすごく入ってきますね。でもそのことによってお相手様もすごく覚醒されていくから、多分出会った時っていうか再会した時にはねもう本当に溢れんばかりの愛情で愛し合っていくんじゃないかなと思いますね。じゃあもっともっと愛し合っていくためにはどうしましょうかね。これで1枚見ていきますね。フォーカス、そうですね、今見ている現実はね確かに一緒にいてれない、いない方が多いリーディングですしね、多いんだと多いんですけれども、現実ってあんまりこう今日までの現実化されたものっていうのは今から過去の自分が出した思考とか感情が現実化されているので、今日からね彼ったら本当はとても結婚したいくらい私を愛しているんだという、そして私をとても求めているんだと、今までのことはもう水に吠えられたりとかねしたことももうすでに水に流し、ここからの人生、幸せになっていくところにいるんだと、着地点、自分が思う最終着地点、結婚であれば結婚、同棲、一緒にどんな恋愛をしていきたいかとかね、そういうところを考えつつ、電話来ない、連絡来ないとか、こう動いていっていないその現実には一喜一憂しない、そこには目を当てなくていいですよと。今できることといえば、あなた様があなた様の心を大切に扱うこと、自分が心地いいと思う、彼のことを考えてこう幸せな気持ちでいれるのであれば、考えてフォーカスしてもいいんですけど、そこにそういえばこういうこともあったなとか、こういろんなこう過去のことが、感情こう嫌だったこととかがね、感情が膨れ上がるようなフォーカスの仕方というか、
これされたよ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 って言って、まあやっぱやだこの人じゃないとかね、例えばいろんな感情浮かんでいいと思うんですね。ただその時自分ってすごく嫌な気分にもなると思うんですよ。そしたら私嫌な気分になってるなって思ったら、すぐに自分がここからどうしたら幸せな気持ちに持っていけるかっていうことを癖づけてみてくださいっていうメッセージですね。癖なのでね、フォーカスとかも変えるのも癖なので、私が幸せになるということは決まっているんだからって言ってどうせ叶っちゃうんだからって言って着地できるような感覚でいれば、お相手様も心置きなくその目標を達成して来てくれるんですよね。でそしたらいつ頃動いていくかちょっと見ていこうかな。6月に動いてくるんじゃないですかね。ちょっと6週間後というよりかは6月という感じがありますね。今月なんかあなた様会いに行ってもいいんじゃないですか。なんかエンジェルちゃん、あなた様動くのもありな感じが。読もうこれは。どうもね、こちらのカードだけ読むようにしてます。平和的な解決を。なんか今月お会いできる方であれば、一旦連絡入れてみるのもいいかもしれないですね。怖いとか恐れがあるうちは動かないでください。なんか直感とかが来て、動いてみようかなとか連絡してみようかなとか、思う方は一旦連絡入れてみたりとかするのもありです。なんかね、喜んでくれると思うんですよね。ただこの山をね登ってきらないとちょっとお相手様動かないかもしれないので、その後に何のアクションがなくても期待をしないままで動けるかっていうのも結構入ってくるので、6月までね待ってみるのもいいかなっていう、やっぱ直感にね従って動いてほしいんですけど、6月はお相手から動いてくるようですね。そんな感じできます。多分ねこの感じだと他の人に行こうっていう風にならないかもしれないですけど、もし他の人と、出会いがありますかという、出会い、これ他の方だったらと出会うことがあるのかしら。じゃん。出会いそうですね。でもねこれもね出会っていかれそうです。なんか今結構見ていてカードの出方を見ていて、結構彼でもいいし彼じゃなくてもいいというか、もうそういう全部を乗り越えたところにあなた様いらっしゃる、もしくはまだそこまで行ってない方であればここからそうなっていかれます。もちろん彼が戻ってきてラブするのもいいんですけど、そうじゃなくても私はもう幸せだよみたいな気持ちになっていかれるんですね。いかれるそうなんです。その時にいろいろねフォーカス変えたりいろいろ自分でもしてみて、変わっていった先に別な方とパーフェクトなタイミングで出会うっていうこともありなんじゃないかって思っていただいて、そちらに目をやるっていうのもいいかなと思うんです。でもね来てもかなり悩む、なんか1日とか31日とか月末に会われる感じがありますけど、来ても悩まれちゃうかもしれないですね。
たこちらの方、新たな出会いの方ともう9月に結婚するかも、結婚するような出会いになる可能性もありますね。でもそれくらいこう何を選んでも幸せになれるあなた様というね、あなた様自身の心を満たしていくことによってこちら9月にご結婚されるような出会いもやってくる、ベストタイミング、パーフェクトなタイミングでやってきますよって言ってらっしゃるので、高次元が。だからあんまりねこの今見ていらっしゃるお相手様っていうかねに執着することなく、ご自分の心を解放してどんな自分でも愛されるんだっていうことをね思っていけるように自分のことを愛していく、自分にフォーカスするみたいな、自分の心にフォーカスするのがいいようですね。はい、では、これはソウルソング、今日の選択肢のカードね。そしたらつながるということがね結構自分とつながることによって次のステップが見えてきますよというカードなんですよね。そうよく私が言う、肉体を持っている私と宇宙視点の自分、ハイヤーセルフとかいうその内なる声の自分とつながった時に、いろんな自分で自分を愛せる自分、愛したままの自分、愛のままの自分で行動できたり、その愛の状態でいることが人生をとても豊かにしていくんですけれども、その状態になっていくことで、あなた様本当に素晴らしい人生待ってますよということで伝えてきてくれています。はい、またねちょっと苦しい日とかもね、悲しくなる日とか苦しい日とかあるかと思うんですけれども、本来の自分の心とつながった時ってすごくね、どんなに悲しいことがあっても、胸のあたりとかね、ハート、このあたりですよねがすごく温かくなって、自分って何もなくてもっていうかね、誰に愛されてなくても自分に愛されてるだけで、すごく満足できる人間だというか、自分に一番愛されているのってこんなに大事なことなんだということをハートが教えてくれるので、少し1分でもいいのでねリラックスする時間を持ってみたりとか、瞑想できる方は瞑想してみたりとかしてみるのがいいようでございます。はい、では今日もちょっと暗くなってきましたが、編集で明るくなることを祈ってリーディング終了してまいりたいと思います。はい、それでは今日も、最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。何か少しでもお役に立てればと思います。今日も皆さんにたくさんの愛と光が降り注いでおります。安心してここからの時間も、楽しく過ごしていただければと、楽しんでいけるような人生となるように祈っております。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。お会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。